ニュージャパンワールドナウよいしょ。はい、テレビ朝日アナウンサーの寺川俊平です。ということですね、今回はですね、もうすでに、ここら辺にビャって書いてあるかな。井伏浩太選手のインタビュー映像をお送りするという回でございます。というのもですね、ここまで、井伏選手が、IWGP ヘビー、そして IWGP インターコンチネンタル、この2つをですね、統一するっていう話をね、してますよね、ずっとね。で、それに対して、内藤選手が、統一すんなよなっていう、もう2つのまんまにしといてほしいというところで、そもそもその統一した先の未来が見えないんですよっていう、目的意識は何なんですかっていうところを、結構チクチクつついてるところありますよね。で、実際それに対して、井口選手がどう思ってるのかとか、統一した先に何を見てるのかっていうのは、これまで、明確にはちょっと語ってなかったような感じが、僕も含めてファンの皆さんもされてるんじゃないかなということで、この、新日本プロレスワールドの敏腕ディレクターがですね、井口選手を捕まえまして、独占インタビューを敢行したと、いうことですので、今、井口選手がどういうふうに、この統一というものに対して思いを抱えているのか、これ、現チャンピオンですからね、現チャンピオンが今どういうふうにそのベルトを、より良いものにしていきたいというふうに考えているのかというところを、しっかりと聞いているそうなので、ぜひご覧いただければと思います。どうぞ。IWGP ヘビー級と IWGP インターコンチネンタルの統一を掲げてる中で、統一したいその理由みたいのが、伝わりきってないところがあるかもしれないなと思いまして、ちょっとそこら辺のお話を聞かせていただければと思ってます。はい。細かく多分みんな、伝わってなくて、僕の言いたいことがただ思いつきで、インターコンチと IWGP を一つにしたい。ただそれだけ思いつきみたいな感じで思われてるんですけど、インターコンチには、インターコンチの、僕の思い入れがあって、で、IWGP ヘビーには IWGP ヘビーの、思い入れがあって、でも去年の扱いを見てて、これはこのまま僕が同じに持ってると、また同じような繰り返しになるな。何の変化もなかったと思うんですいや、バラバラで挑戦者が現れたりとかってことはなかったですもんね。よ。バラバラの挑戦者もないし、要はそこで何かを起こせば、ね、仮にですけど、一つをなくすとか、ね、何かあればよかったんですけど、何も起きなかったんです。それって、やっぱ外から見てると、どっちも、やっぱり、魅力が半減しちゃってる。それって、結果意味があったのかなっていう。僕も、賛成派ではありましたけど、その意見に関しては。でもやっぱり、去年を見てると、何の変化もなかったところを見ると、やっぱりこれは、一つになるべきなんじゃないかなっていう。いわゆる、よりその頂点を明確にするっていうことですか？そうですね。だから最強と最高。これが合わさったときに、本当にさらに上に行けるんじゃないかな。一番重要なのは、一つ一つのベルト。これに関して、絶対に歴史を壊したくない。はい。インターコンチはインターコンチで、絶対に、今までの歴史を壊さずに、IWGP、IWGP、これはもう絶対壊さずに合わせたいんですよ。インターコンチの場合は、僕27代の、27代。で、IWGP ヘビーの場合は73代で73代。これを残したまま一つに。で、これからも先もそれは残ったままどんどん、先に。次取った人は、74代。はい。これに変わりはないです。僕のこれは OK です。はい。あとはもう全て会社の判断です。本当に。
で、これが合わさったときに、まあ、やっぱり、もっと大きな、もう小さなところでやってるんじゃなくて、もっと大きなものとして、大きなものっていうのは、もともとその IWGP ヘビー級のベルトっていうのは、やっぱり、その、猪木さんが、その世界中、世界中の選手と戦うために作ったベルト部分があったんですけど、その部分がやっぱりなくなってるんで、うん。まあ、もっと世界的なベルトにしていきたいというか、そういうレベルだと思うんですよ。新日本プロレスっていうものが。うん。選手みんなが、もう世界レベルだと思うんです。統一をした先に井伏選手が見ているものは世はい。界ということですか？そうですね。いや、もうもちろん日本も含めての世界。日本だけで収まるベルトじゃないと。もう世界対抗戦ですよ。はい。日本対世界です。はい。はい。それぐらいのものにしたい。それぐらいのものだと思ってる。で僕は、この統一したベルトっていうのは、もう世界一のネットワークに対抗していきたいですよね。はい。やっぱり中村さんにしても、まあ、僕がやっぱり大好きな橋本さんにしても、でもベルトをこう、どんどん新しくしていってる。それもあって、やっぱ、今、令和なんで、ね、時代も変わったんで、新しく、ベルトをしたいなと。はい。時代時代で変わるものなの。まあ、それって進化して変わってきてますよね、やっぱり。うん。で今回も進化だと思ってますよ。うん。もう、あんな雑に扱ってきて、なんか、俺が守るみたいな。うん。それはなんかおかしいんじゃない？僕は絶対に守りたい側なんだ。うん。なんか、僕が守らない、捨てる、なんか、消す、みたいな話に作られてますけど、そんなこと、僕は二つとも守りたいから、これは去年を見て統一したいって思ったから、この言葉が出てきます。でも、ここだけはまた言いますけど、絶対に歴史は変えない。ここの歴史とここの歴史は残したまま、一つ進化させるっていう。各地方に、まあ、内藤選手が来て、その姿は本当に素晴らしいと思います。はい。やっぱり、内藤哲也ファンっていうのはたくさんいるし、うん。それを、あの、怪我をしてまでも、うん。やっぱり来てくれるっていうのは、ファンからしたら嬉しいことだし、1分でも、1秒でも見れたらやっぱり嬉しいし、うん。それはもう、本当に僕はレスラーとして尊敬する、うん、ところなんですけど、でも、その統一に反対に関しては、ちょっと、うん、じゃあ去年何をやったのっていう。はい。二つ持ってたのに、去年自分で、何かすればよかったんじゃない？はい。逆に言えば、ここまで言って、負けて、統一した場合、彼はどうするんですか？もうこれ挑戦できないです。挑戦するんですか？統一されたベルトに。あんだけ反対してたのに、なんで欲しがるの？